はい、大ちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日はお部屋の中からスタートですね。そうですね。はい。なんか私見覚えがありますよ、この部屋。そうですね。この前。そうですね。鳥さんたちが転がってたそうですね。部屋ですけれども、そうそう。なんかすごく綺麗になりましたね。畳もただいま新しく。綺麗になって、なんか窓とか割れてたような気がするんですけど、全部綺麗になって。そう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 。わあ、すごいですね。わあ、こんなに冷蔵庫もなんかでっかいの入ってますね。ということで、こちらは何でしょうか、大ちゃん。技能実習生が住む部屋ですね。おお、はい、さすがですね。ここに何名お住まいになられるんですか？ここに3人です。3人。はい。ほう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 。一部屋に3人ということですね。はい、すごいですね。大ちゃんに聞きます。はい。この部屋のおすすめポイントをお願いいたします。おすすめポイントですか？はい。でも眺めはいいね。あ、畳。畳。景色じゃなくて。畳だそうです。畳と景色。景色がいい。そうですね。ここから見る切り株山とか。そうですね。景色もいいですもんね。こうやってね。あれどれが切り株さんでしたっけ？あ、手が右です。右。右。はい。一番手前の。はい。これか。そうそう。はい。いや、すごいいい景色ですよ。そして畳もあんな綺麗で。はい。張り替えたんで。やっぱインドネシアの方々もね、畳はないですけれど、案外こういう感じのところにね、寝転がってるようなね、なんか社会科で習いましたよね。インドネシアの生活みたいな。慣れました。習いました、習いました。他に大ちゃんのおすすめポイントございますでしょうか？でも台所とか綺麗になって。そうですね。台所も全部やり直したんで。台所ちょっと見ますね。まずこのね、冷蔵庫ですよ。ちゃんと家庭サイズの。はい。3人見ますよね。ちょっと大きめの。そうですね。そして炊飯器もあって、やっぱインドネシアの方々もお米なんですかね。お米好きって言ってましたね。やっぱそうなんですね。うちの今いる子たちは日本のお米美味しいって言ってました。そうなんですね。まあでもなんか今お米もね、まあジャポニカ米じゃないですか、日本は。はで向こうインディカ米じゃないですか、うん基本的に。なんか今混じってるみたいですね。混ぜてる。い。そうなんですか？はい。なんでなんかそのジャポニカ米のなんかもちもちした感じのやつと、インディカ米のパラパラしたやつが両方混じってて、なんか両方いいとこ取りみたいな。ジャポニカ種はですね、基本的にその食感が良くて甘い。で、インディカ米はですね、パラパラしてて香りが強いですよ。なんか両方いいとこ取りでね、今海外で流行ってるらしいですよ。今なんかでもあれらしいですよ。インドネシアの技能実習生に聞いたら、は日本のお米は美味しいんですけど、い。はい。やっぱインドネシアで買い切れないって言ってました。高いみたいああ、そうでしょうね。はいそりゃ何倍もするでしょうからね。炊飯器もね、こんなね、立派なものがね。な。一緒だけ。いや一緒じゃなかったよ私は。俺一緒じゃないの？うん。できる。一緒じゃなかった。一緒。午後かな。あ、本当だ、午後炊きだ。そして電子レンジもね、反対向いてますけど、こんな感じで。電子レンジはね、重要ですから。はい。そうですね。はいチームは大事。やっぱりね、楽ですからね、これをするとね。で、大ちゃん、この冷蔵庫は何ですか？これはですね、ちょっとこれはちょっともらったんですよ。はいはい。で、これを使おうかなと思ったけど、やっぱちっちゃいので、これは持って帰ります。あ、そうですね。大ちゃんの筋トレルームに。あ、そういうことですね。いや、聞いてない。そうです。今、筋トレルームというお話が出ましたけど、筋トレルームも。ちゃんと紹介します。そうです。全部揃った。はい、全部揃ったら公開されます。ね、準備がね。そうですね。ちょっと見させていただきましたけど、はい。すっごいですね。そう。あったんですよ。もうちょっとでかすぎてびっくりしました。筋トレしたくなる。そうですね。はい、ということで部屋を移動してまいりました。はい。この部屋が寝室っていうことになるんですね。そうですね。一人そうですね。一人分のね一人で。はい。結構広くないですか？何秒あるんだっけ？結構広い。これ6畳ぐらいありますよね。そうですね。はい。でちゃんとクローゼットもこうやってあって、そうそう。クローゼットちゃんと。あ、ここにね、はい。ここにハンガーかけるとこがあって、そしてなんといってもまあ日本はね、暑いですから、はい。まあこれが必要ですよね、やっぱね、大ちゃん。上についてるこれ。これ一番重要。そうです。エアコンです。
そうはい。霧ヶ峰ですね。夏意外とエアコンつけたりしないんですよ。つけない？節約も兼ねてなのかわかんないんですけど、暑さに強いっていうのもあるのかもしれないんですけど、扇風機でいいって言ってつけなかったりするんですよ。だけどちょっと危ないなと思いながらですね。謎ですね、その辺は。でもなんか熱中症とか怖いんで、つけたきゃつけるよとは言ってはいるんですけどね。エアコン絶対つけた方がいいですけどね。そうですね。ちなみにお家賃ってなんか決まってるんでしたよね。そうですそうです。一応一人1万いや、 5000円。今回は2万円。今回2万円なんですね。水道料金がですね、はい。大元1個しかついてないんで。ああ、そういうことですね。で、一定の定額。まあそういうのもあって、まあ2万円ということでね。ああ、でもいいもんですよね。2万円じゃなかなか住めないですからね。はい。ということでまた移動してまいりました。はい、後ろにあるのは自転車ですね。自転車です。はい。そうですね。いや、なんかみんな同じカラーデザインの。これ新品ですか？これ新品です。おー、いいですね。自転車もうなんか15年ぐらい乗ってない気もしますけど、いや、いいですね、自転車ね。本当乗んないですよね。なかなかね。基本的にはなんか私の勝手な感想ですけど、実習生の方々って基本なんか自転車に乗ってるイメージがあるんですけど、原付とか乗んないんですね。免許が日本で取れないんで。あ、そういうことなんですね。はい、そうか、外面切り替えとかでもないんですね、多分ね。そうです。多分取らんといけんのじゃないですか。ああ、そういうことです分からんね。ですけどね、運送会社でなんか運転できるようになったとか言ってたよ。やり始めてますからね、そういうのもね。いいですね、自転車。私も買おうかな。はい、ということで実習生の皆さんのお家でございました。はい。ちなみに実習生のその新しい3人の方は、いつ日本国内来られるんですか？もう今、もともと日本で働いてる人が転職という形で来る。転職があるんですね。はい。実習生でですか？今回技能実習生の特定技能ですね。特定技能の方なんですね。間違えて言ってたんじゃない今まで。間違えて言ったね。そういうことなんですね。特定技能なんだ。テロップ出してもそうですね。間違えました。まあ。最後に判明するってやつですね。はい。そうか、特定技能ですね。椎茸の。そういうことですね。まあ楽しみですね。はい。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ひこりの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。